こんにちは。今日は、西宝寺に来ました。日本庭園好きの自称、庭女子の私が、素人なりに、ここのお庭の鑑賞ポイントをお話しさせていただきます。西宝寺は、京都市西京区にある禅寺です。別名、苔寺とも呼ばれるのは、100種類以上の苔により、庭一面苔虫。その姿の美しさで評判だからです。この庭が作られた当初は、実は、白砂が敷かれるお庭で、金閣寺や銀閣寺のモデルとなった、無双礎石作庭のお庭でした。しかし、湧き水の多い多湿な土地だったことと、幾度かお寺が荒廃した時代があったことにより、江戸時代末期より現在の姿となったそうです。このお寺は、アップルの創始者の一人、スティーブ・ジョブズや、ハリウッド俳優のリチャード・ゲアなどの、多くの著名人が、何度も足を運んだことでも知られています。国の特別名勝に選ばれており、また、1994年には世界遺産にも登録されました。西宝寺のお庭は、正式には上下2段構成で、上段には、龍門瀑のある枯山水があります。その枯山水は、日本最古のものと言われ、禅の修行の場として実際に使われていたほどの立派なお庭なのですが、現在非公開となっていますので、残念ですが、今日は、下段の地泉回遊式庭園、つまり、池の周りを散歩できるお庭だけのご紹介となります。この地泉回遊式庭園は、昔は白砂の敷かれたお庭でしたが、苔にとって生育に必要な環境が揃っていたことで、このように一面苔虫、苔と池の周りの木立が印象的なお庭になりました。現在は、この苔を保護するため、拝観制限が行われています。拝観は予約制になっていますので、予約は公式ホームページからになります。ホームページの URL は概要欄に貼っておきますね。そして、池は2つあり、大きい方が黄金池、小さい方が金剛池です。黄金池の中には、3つの島、霞島、朝比嘉島、夕日ヶ島という名前の島があり、全体で、心という字をかたどっており、神事池となっています。この神事池には、淀まり石や三尊石、鶴島、亀島など、日本庭園のモチーフが多様に作られていますが、それらは、原型をとどめてはいるものの、苔むして、この新緑の美しい風景に同化し、隠れてしまっています。しかし、このように、自然の力によって苔に覆われ、琉球と呼ぶ光景が目前に広がることにより、この禅寺の庭は、禅の精神を多分に表現し得ていると思うのです。例えば、有名な禅語、我、ただ、誰を知るという言葉は、まさに、このお庭が表現する言葉そのものではないでしょうか。その心は、ないものを闇雲に求めるのではなく、今すでにあるものに感謝し、喜びを感じることができれば、本当の豊かさに出会うことができる。長い時間をかけて苔に覆われたこのお庭の今の姿を、ただ受け入れることによって、私たちは、心の中を安らぎで満たすことができるのではないでしょうか。また、禅語、現世受容は、現世を受け入れて、その中で最善を尽くせという意味ですが、歴史をかけて培われてきた、この美しい苔の世界を不満に思わず、さらに手を入れて大切にしている西宝寺の精神性を、この言葉がよく表しています。このお庭には、2人の専属の庭師さんがいらっしゃるそうですが、お庭の掃き掃除に使う竹ぼうきは、
境内内の竹で作っているそうです。使い始めの柔らかいうちは苔の上を、硬くなってくれば石畳を履き、禅寺の多くが一切の無駄をしてはならないという精神を持つ通り、最後は自然に返しているそうです。今日は、西宝寺の池泉回遊式庭園をご紹介しました。この木立に囲まれた奥深い森の中のような風景は、私たちに禅の心を説いてくれます。無双礎石が作った浄土式庭園は、この苔たちのおかげで、ますます極楽のような美しい風景になりました。今回の動画は、苔にクローズアップして作りました。皆さんが、この苔の世界に癒されて、動画を見ている間だけでも、忙しい毎日から解放され、ほっと一息つく時間を持てたなら嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録といいねボタンもお願いします。それでは、また次回。